皆さんこんにちは。前回は α7R6 で撮影したロー写真をダヴィンチレゾルブのフォトページで現像し、その後カラーページで作品として仕上げる様子を紹介しました。今回は同じ場所で撮影した α7R6 の動画をカラーページで現像し、前回完成した写真と組み合わせるとどのような作品になるかを検証します。この映像は S-Log3 素材です。撮影には iPhone 17 Pro Max を外部モニターとして使用し、モニタープラスのフォルスカラーを見ながら露出を決めました。昼間の撮影ではカメラの液晶画面だけでは露出を判断しにくいためです。カメラのゼブラ設定は90です。撮影時には空と建物にゼブラが表示されたため、白飛びを避けるために絞りを一段絞りました。その結果、モニタープラスのフォルスカラーでは空の表示が黄色付近から白付近へ変わり、その状態で撮影しています。そしてノード1とノード7でカラースペースを変換した状態がこれです。ここからは α7R6 で撮影した動画をカラーページで現像していきます。今回は撮影時の雰囲気を大切にしながら作品として自然に仕上がることを目標にしました。まずコントラストから調整します。コントラストを少し上げることで画面全体にメリハリを与え、映像の印象を引き締めます。次にピボットです。今回はデフォルト値のままとし、調整は行いません。4分48秒の動画全体で明るさが穏やかに変化しているため、ピボットは動かさずに自然な階調を優先しました。続いてミッドトーンディテール、ミッドです。今回は花壇の花を主役として見せたいので、ミッドトーンディテールだけを少し上げます。これにより中間調の細かな質感がわずかに強調され、花や芝生のディテールが自然に引き立ちます。なお今回はシャドウの調整は行いません。暗部にはこのように十分な情報が残っているため、そのまま次の調整へ進みます。最後にカラーブーストです。花壇の花を中心に道路や建物の壁なども自然に見えるようビューアーで全体のバランスを確認しながら調整しました。またベクトルスコープも参考にしながら色が強くなりすぎない範囲で自然な色の豊かさを引き出しています。はい、こちらが完成した映像です。そして前回完成した写真を重ねてみます。時間とともに変化する光の表情もご覧ください。写真は一瞬の表情を切り取り、動画は時間の流れや空気感を伝えてくれます。ダヴィンチレゾルブでは写真と動画を同じ環境で仕上げられることも大きな魅力の一つだと感じました。少しでも参考になれば嬉しいです。ここまでご覧いただきありがとうございました。次回またお会いしましょう。